うっす、濱家です。もうすぐお正月ということで、おせちの撮影がありますので、今日はですね、おせちの材料を取りに行きたいと思います。もう寒くなってきたので、行きたいと思います。はい、それではおせちを取りに行くシーンを見ていきましょう。もうだいぶ寒くなってきたので、こちらの長靴にはお休みしていただき、こちら、ポテガマシーオレンジの長靴を履いていきます。僕はね、何回も言ってるんですけど、末端冷え性なんで、こういったね、長靴を履かないととてもじゃないけど耐えられません。仕事になりません。最近はいい製品がたくさん出てきました。とってもね、軽いのに、とっても暖かいというですね、ここら辺はただの尺稼ぎですので飛ばしていただいても大丈夫です。で、手袋も、末端冷え性なんで、こちらのテムレスっていうね、めちゃくちゃいい製品なんでご紹介しておきます。ただお値段がちょっと高いので、会社の方できれば僕に提供していただけると、僕も助かりますし嬉しいですで、この、餌はね、サンマです。サンマを持って先に置きに行く前にカゴを準備しておきます。カゴの中にサンマを入れておいて、でこれで、どんどん重ねて、すぐにねやれるような状態にしておきます。で20個のカゴ、20個って決まりがあるので、20個の全部餌を入れたらエンジンをかけて、海の方に向かっていきましょう。今日はとりあえず、仕掛けるだけですね。罠というか、網とカゴです。でこんな感じで GoPro9 を買ったんでレッツゴー2カメですね。よく3カメとか言うけど、2個カメラがあるから2カメでやっていきます。2個カメラがあるからじゃないな、2つの方向から撮れるから何でもいいや。でカゴを20個、入れていきます。1個入れてロープが張ったらまた入れる、ポンポンってね、こんな感じです。で全部の20個のカゴが入ったら、この浮くやつを入れて OK です。で次網をやる方に移動して、でこちら磯立てって言ってですね、磯に立ててメバルとかを取る、網の目が少しこんまいやつですね。それもやっていきます。で網がやれたらこれも受けを最後に入れて OK 牧場です。間違えた、 OK 漁業です。でこちらの網をここらにやろうと思ったんですが、見てください。もう風が強すぎてビュービュー流れてね、とてもやれる状態じゃなかったので、別の場所に移動してやりたいと思います。風上に行ってですね、あれの影に隠れる予定です。翌朝はい、じゃあ次の日になりました。仕掛けた網をね取りに行きたいと思います。その前にね、マダラちゃんエキスをね吸おうかな。あらマダラちゃん、かわいいですね。お手あらいい子だ。行ってくるねマダラちゃん、おやすみなさい。あら離れたくないとそう言っております。はい、ではまた手袋を履いて沖の方に向かっていきましょう。まずですね、昨日風が強くて移動した刺し網の方から食っていきたいと思います。今日は、ね、比較的風もないでて、ゆったりとしてますね。さあ果たして高級食材とかはかかっているのでしょうか。さあ1匹目何かやってきました。こちらヒラメですね。で後から外そうということで、先に出しておきます。おおというなんかでかいヒラメが来たということで、上まで上げてたら落ちるだろうと思いまして、下に置きました。でいつかかったのか分かりませんが、めちゃくちゃ元気が良くて、もううっ血しないように、気をつけながら外していきます。こちらのヒラメ 2.9 キロありましたね。関東だったら 2.9 キロだったら1万円以上するんじゃないかなと思います。関東が一番ヒラメが高いそうです。でめちゃくちゃ元気で、もう池間に入れてもはちきれんばかりに暴れてますね。でこうやってね、レンズが汚れたら頭で拭いてきれいにします。この手間がねちょっとめんどくさいですね。
でこちらの小さなヒラメは資源管理のために逃がしておきます。さあ続きましてこちら、ヒラメに見えますが、おそらくはカレイだと思います。まあ僕はカレイに見えるんですよわからない人が見たら、まああれに人手が来た、これね、僕の動画を初期から見てる赤い人手が来た、僕の動画を初期ぐらいから見てる人はね、よくご存知だと思います。人手が来たって言ってたんですけどね、今考えると何が面白かったんだろうと思います。でこちら石ガニとかモガニとかって言って、まあ味噌汁に入れると美味しいやつで、これが、さっき来たカレイかな。でカレイもね、もう痩せてて、このようにいっぱいね、白子が出ています。こちらも痩せてるので逃がします。春になると肥えてくるので、その頃にかかってきてくれたら嬉しいです。でまた大きないいヒラメが来ました。この日はヒラメがパラパラとね来てて、なんかすごいラッキーっていう感じでした。あんまり僕の周りヒラメが少ないのでいないので、ヒラメが来るとテンションが上がります。値段も高いですしね。でこちらカサゴも生かしておきます。まあ、いつもだったら逃がすんですけど、今日は磯立てがあるので、生かしておきます。でここら辺ね、磯回りで、磯回りというかもう磯の真上に網やってるんですけど、こんな感じでくれどくれどいません。冬になるとね、磯から、魚が離れていっちゃうのかな。でまたなんか来たと思って、最初コブダイかなと思ったら、こちらもヒラメ。結構色が黒いですね。ヒラメって地表の色に擬態するので、こんな感じで暗いとこでは黒いとこでは黒いのかな。で見てください、ほら他のヒラメもうすでにイケマの色と一緒で白くなってるじゃないですか。多分ね、このヒラメも後々白っぽくなるんじゃないかなと思います。でナマコが来ました。赤ナマコです。なんでねこの物体が網にかかってくるのとお思いかもしれませんが、ナマコって動くんですね。おまけに結構早いです。さあ日も出てきて暖かくはないか、だいぶ綺麗になってきましたでサブチャンネルでこちらがウマヅラハギ、僕の一番大好きなやつ。肝がね最高にうまいです。でこれね今年買って入れてみた網ですね。これ一旦って言って網の数量の単位なんですけど、一旦でね、作ってもらって3万2000円しましたね。結構なお値段です。でヒラメ取るのにこれ作ったんですが、いい感じで2匹ヒラメが来て、短いんですよ一旦って。2匹ヒラメが来ていい感じです。取れたものを見ていきましょう。こちらコブダイでオニオコゼでエソ、かまぼことかにもいいかな。でこちらウマヅラハギ、顔がウマヅラですね。でカレイでこれは逃がします。右カレイ左ヒラメ、ちっこいヒラメも逃がして、でこちらの大きなヒラメは生かしておきましょう。でいつの間に取ったのか分かりませんが、アングルがちょっと変わりまして、刺し網じゃなくて刺し網か、刺し網終わって次は磯立てを繰りに行きましょう。船を移動して磯立てのところにやってきました。磯立ての受けを上げて網を上げていきます。で GoPro をちょっと突っ込んでみると分かるんですが、非常に浅いですね。で磯立てなんですけど、端の方は磯から外れちゃって、砂浜砂地にやっております。それではどんどん上げていきます。こんな感じでねメバルがかかってくるんですよ。磯立ては基本的に目が小さいので、小さい魚が多くかかってくるようになってます。でも3枚立てって言って3枚に折り重なっているので、大きいやつもかかってきます。でこちら、タケノコメバルですね。めちゃくちゃでかいというか、これも結構な高級魚なんですけど、もうお腹見て分かる通りパンパンで、卵をめちゃくちゃ持ってるんですよ。卵をめっちゃ持ってると痩せてる可能性もあるので、もうちょっとね資源管理のために1匹は逃がしました。家に帰って結局もう1匹も逃がしたんですがね。でこちら食べられてるメバルです。でなんで食べられてるかっていうと、網にかかった状態のタコとかが食べるんですよ。なんか来た。何が来たのでしょうか。はい、コブダイの夫婦ですね。メスとオスで、めちゃくちゃでっかいオスがかかってきてて、でけえと思ってら逃げました
あれもね売れないことはないんですよ。まあちょっとね安いですけど。でこちらマージがねいっぱいかかってきました。ここらでは室味赤味って言ったりして、まあ美味しい方ですね。赤味マージで、こんな感じでねいっぱい、めっちゃ浅いとこなんですけど、こんなとこ泳ぎょんやっていう感じで、もうアジが鈴なりです。鈴なりですね。食ったらいっぱいアジが来て、でこちらマダイが来ました。マダイがね1匹欲しかったんでやったーと思いましたね。マダイが来て、いいマダイです。マダイもね冬になるとどんどん美味しくなるんで、皆さん今がお買い求めチャンスです。値段はちょっと高いのかな。でこちらタコが来ました。こういうねこの子たちがね食べちゃうんですね。でちっちゃいので逃がしておきます。そして磯立ても繰り終わりまして、で一旦家に帰ってきました。まだアナゴカゴが残ってるんですが、先に魚を生かさないと酸欠になって死ぬ恐れがあります。ですので網酢に生かしていきましょう。さっきがマダイで、ウマヅラハギとタケノコメバル。タケノコメバルはね網酢に入れたんですけど後から逃がしました。でこれがまあこんだけ取れたよっていう感じですね。ヒラメにマダイ、そして、陸地から氷を下ろしてきて、氷と入れ物ですね。こちらのメバルを1匹ずつ外して氷水の中に入れていきます。ちなみにねこれ、まだ少ないんですけど、外すのってすごい時間がかかるんですよね。だからすごい手間がかかるんですが、メバルを取るためには致し方ないということですね。はい、で30分ぐらいかけて全部の魚を出しました。一旦入れ物から出していきましょう。はい、こんな感じでたくさんのねマアジがいました。メバルは少なかったですね。じゃあ取れたやつを1匹ずつ見ていきましょう。こちらマアジ、赤アジで、これタナゴです。でアブラメ、アイナメってやつか、アイナメでカサゴで金メバルそして黒メバル、オキソメバルで、こちらソコベラ、アシュかな、赤いからちょっと違うかも。はい、こんだけの量の魚が取れました。で移動して次はアナゴカゴを上げていきましょう。近年アナゴがめちゃくちゃ激減してます。初っ端からスカです。その後もスカ、そしてずっとスカが続いてこの画面をきれいにします。ベロで舐めててね、汚いって思うかもしれませんが、僕はどう思われようが、いい映像をお届けする方が僕にとっては大事だし、皆さんにとっても大事かもしれないので、ああいう努力をしてますよというところをねちょっとお見せできたらなと思います。でこんな感じで尻尾の方が切れてるアナゴもいるので、それは逃がします。でちょくちょく磯の方に来てアナゴも増えてきたかなと。ようやくまともな1匹が来て、それを生かしている状態ですね。でその後もパラパラとアナゴが来てます。でこちらのカゴには石ガニが入ってました。でこちら今日一番のカゴですね。5、6匹入ってたのかな。全部がこれぐらい入っててくれたらねいいんですけどね、20カゴで5匹だったら100匹も入るわけですからねでああやって逃げたら掴むのがすごい大変なんですよ。でこんな感じでもうほんの少しのアナゴが取れました。で小さいタコはちょっと友達に頼まれてたのでおかずに取っておきます。であとは小豆島の知り合いの漁師さんにアワビやサザエ、そして冬に絶品ワタリガニとアシアカエビまでいただきました。そしてあとは松岡さんとハマチをさばいたりして、その報酬にハマチもいただきました。その結果こんなにもねたくさんの島の幸が揃いました。ウニは違うんですけど、その他ねほとんどもう小豆島の幸です。これでね作っていきたいと思いますので、どうぞお楽しみに。はい、ただいま。実際取りに行ったのはだいぶ前なんですけど、これ後取りですあんな感じで大量の食材でねいっぱいおせち作ったんで、その動画末に公開されると思います。ぜひお楽しみにご視聴ください。それではバイバイ。